我が家のボトルアクアリウム、ちょっとライトが近すぎますね。このままだと熱中症になっちゃう。やばい、暑い暑い。なんとかしよう。はいどうも、ビバです。最近の僕の悩み、この水槽が明るすぎる。というのも、使ってる LED ライトが植物育成用ライトのハス38。これがですね、めちゃめちゃ明るいんですよ。今、ライトの電源をオフ。いつもはこんな感じなんですけど、ライトがつくと、もう真っ白ですね。かなり明るい。この LED ライトは、ニトリのライトスタンドに設置してるんですけど、このスタンドがあんまり高さないんですよね。これでも結構限界まで上げてるんですけど、このぐらいしか距離が取れないので、ちょっとこのボトルアクアにはライトが強すぎます。実際にこの環境で1日8時間くらいライトをつけてると、こっちのガラスだけ苔が生えてくるんですよ。これは何とかしないといけないということで、吊り下げ式のライトスタンド、これを検討することにしました。吊り下げ式のライトスタンドは各社から出てるんですけど、意外と高いんですよね。もしかしたら今後も追加して購入するかもしれないので、できるだけ安いものを探したいなと思いました。そこで Amazon で見つけてきた商品、今回はこれを紹介したいと思います。今回 Amazon で購入したのはこちらです。これは何なんだと思われる方もいらっしゃるかもしれない。あれかと思う方もいるかもしれない。開けていきましょう。これはですね、じゃじゃじゃん。こんな商品です。さあ、何かわかる方はいるかな？もうわかった方はいらっしゃると思うんですが、こんな感じのポールが3本、4本、5本、そしてクランプ。今回はこれを買いました。これは何かというと、アウトドアで使うランタンスタンド、ランタンポールっていうのかな。キャンプとかで使うランタンを吊るすためのアイテムです。これがですね、ランタン吊るせるんなら LED ライト吊るせるだろうと思って買ってみたんですよ。そうしたらなかなかいい感じ。早速なんですけど、取り付けてみたいと思います。取り付けの前にまず組み立てですね。各パーツを紹介しながら組み立てていきます。これは Amazon で購入した折りたたみランタンポール。商品 URL は動画概要欄に貼ってあります。素材はアルミ、軽量で頑丈。ただとても安い商品なので、どこまで信頼できるかは未知数です。お値段は2021年の9月現在で1580円でした。本来キャンプに使うものなので、地面に打ち込むためのペグがついています。このパーツは今回使いません。ご自宅の床に打ち込みたい人は使ってください。代わりに使うのがこちらですね。クランプ。これを水槽台にガッチャンコして、これで留めて固定します。この商品クランプが結構大きくて、ここの幅が余裕あります。サイズ的には 46mm。ただこの台座がですね、多分鉄製なので、ひょっとしたらきつく締めると水槽台に傷がついちゃうかもしれません。なのでここになんかクッションを貼るとして、だいたい4センチくらい余裕があります。類似商品だとこのクランプがもっとちっちゃくて2センチくらいのもあるので、そこはお好みに応じて探してみてください。そして基本となるポールと一番先端につくポール、吊り下げるパーツのついてるこちらのポールですね。これをガッチャンコして、ここにガッチャンコして、これが一番短い長さかな？ちょっと長さ測ってみると、だいたい60センチくらい、水槽台の天板から60センチくらいの高さに LED を吊るすことができます。当然シェードとか LED ライトの高さもあるので、実際はもっと低くなります。これが最小の高さ。もっと長くしたい人はこの延長ポールを使います。延長ポールは長さが32センチくらい、32.5 センチくらいあるので、最大で60、30、30、120センチ。結構高く吊るせますね。水槽台の高さが60センチだとすると、180センチの高さまで LED ライトを吊るすことができる。かなり長いですね。我が家ではそこまで高さ必要ないので、延長ポール1本で足りるかな。延長していきましょう。我が家はこれで OK ですね。最後にこの吊り下げ部分、本来ランタンを吊るす部分。これ見ての通り、2つランタンを吊るすことができます。こんな感じになるんですけど、LED ライト両方に吊るす人もあんまりいないと思うので、使うのは片方だけになると思います。このパーツ、六角ナットで止まっているので、片方必要ないっていう人は、
外してしまってもいいと思います。僕は片方必要ないので、すぐ外れますね。これでいいかな。シンプルでいいですね。そうそう、このフックの長さ。これがこの商品のちょっと物足りないとこなんですけど、長さが10センチくらい。このポールを水槽台の背面に設置した場合は、10センチだとちょっと足りない場合もあります。ちなみに外した方も同じ長さです。なので、ちょっと短いなっていう人は、100均に売ってるランタンスタンド、同じようなこのフックが売ってるので、それを使うともうちょっと20センチとか伸ばせるかもしれません。ただ結構上から吊るせばライトはこう広がって照射されるので10センチでも問題はなさそうですね。そしてこのポールにつける LED ソケット、これも合わせてご紹介します。これは以前 LED ライトの紹介の時にもちらっとお見せしたんですけど、 Amazon で売ってる黒いペンダントライト、おしゃれ電球別売り、こういったものがあるんですけど、こんな感じのソケットです。見ての通りシェードがなくってソケット部分だけ黒くてとてもシンプルなものです。これコードがゴムゴムしたやつじゃなくて、なんて言うんでしょう、ナイロンっていうか網になってるやつ。これベタベタしなくていいんですよね。そしてここにフックがついてます。このフックがとても便利で、今回のこのランタンを吊り下げるフック、この穴がちょうど入って吊り下げることができます。そして中間部分にライトのスイッチがついています。今回はこの組み合わせでランタンポールを LED ライトスタンドとして使ってみたいと思います。じゃあ設置していきましょう。今回はこのボトルの裏側に設置します。なんか隠し撮りみたいで嫌だな。これをここら辺。見えない。全然見えてないですね。もうちょっとずらして、ここに取り付けます。水槽台の下でネジネジ回して、はい、固定できた。そして今ここにポールがあるので、これを取り付け、そしてこのポールに LED のソケットを引っ掛けます。その時にコードが結構ダラーンとなっちゃうので、これも100均に売ってる結束用の面テープ、何回も取り外しして使えるものがあるので、これを使いましょう。白と黒があるんですけど、今回はポールもコードも黒なので黒いやつを使います。まずソケットをここに引っ掛けて、うまいことしたいな。なんとかならんか。なんともならんな。いっか、ここで止めちゃうか。よいしょ。こんな感じかな。で、何箇所か止めていきます。こいつが邪魔で何も見えないんじゃないか。ちょっと君は、よいしょ、引っ込んでくれ。なんか大変だ。サイコロが。なんでこんなとこにサイコロ置いてんだ。もう。ちょっとライト外しとこう。グダグダだ。これ、ハス38です。今なんか、新しいの出てるっぽいですね。よりアマテラスに近いというか、アマテラス超えしてるんじゃないかっていう新バージョンが出てます。このハス38についても、商品リンク、動画概要欄に貼っておきます。ただこの旧ハスはもう売ってません。なるべくポールの裏に来るように止めたいな。ハス38をソケットに取り付けます。落とさないように気をつけましょう。これで OK かな。いい感じに吊り下がりましたね。全体像はこんな感じになりました。全体像というか映ってないですね。上が見切れててこんな感じ。すごいシンプルな黒いポール。我が家は後ろの壁が白なのでちょっと目立ってはいるんですけど、ハス38も黒いので、これはこれで一体感があっていいですね。じゃあライトつけてみましょう。スイッチオン。あら、コンセントさしてなかった。じゃあスイッチオン。お、明るいね。でもすごくいい感じにライティングされてますね。今回高さが30センチくらいあるんですけど、この高さだとこのボトルが綺麗に照らされてます。このランタンのフック10センチっていうのも懸念だったんですけど、それは問題ないですね。壁のこのアーチが美しい感じ。斜め下から撮ると分かりやすいですね。こんな感じの LED ライトスタンドが完成しました。クランプも意外としっかりしていて、ポールも LED ライト吊るすくらいだったら問題ない強度がありそうです。何より高さが取れたのが嬉しいですね。延長ポールはまだもう1本あるので、さらに30センチ高くしたり、今使っている延長ポールを抜いて30センチ低く設置することもできます。今回使っているこのハス38の場合は、このぐらいの高さがちょうど良さそうです。ほんと壁に映り込んでるこのアーチ状の光が美しいですね。これ揃えたいな。今隣にはリーフグロー使ってるんですけど、こっちもこのランタンポールとハス38で揃えたいですね。ハス38これ売ってないんだけど揃えたかったな。
というわけで今回は LED を吊るすライトスタンド、既製品が高いので Amazon の格安のランタンポールで代用してみたという動画でした。今隣にあるのがニトリのライトスタンド。従来この高さだったのでボトルアクアにはちょっと近すぎたんですけど、今回 Amazon のランタンポールを使うことでこんなに高さが稼げました。見た目もシンプルで結構お気に入りです。ちょっと白い壁に黒いアイテムなので目立ってはいるんですけど、黒でまとまってるので見た目的には結構おしゃれかなと思います。何よりコスパがいいですね。ランタンポールが1580円で、ライトソケットが2個で2000円。値段は抑えれたんじゃないでしょうか。ただクランプ式なので天板とかクランプが使えるような水槽台じゃないと設置ができません。その点だけ注意ですね。猫ちゃんも暑さから解放されたかな。ちょっと顔は相変わらず悲しそうなんですけど、解放されたでしょう。というわけで今回の動画は以上です。今回使ったアイテムについては商品 URL 下の動画概要欄に貼ってありますので、興味のある方はチェックしてみてください。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。